はい、皆さん、こんにちは。USJ によってね、暗黒面に押されたところ、つのげわです。はい、今回紹介するのはですね、ユニバーサルクールジャパン2025のラストの企画、こちら、モンスターハンターのね、コラボレストラン、モリバーの宴です。はい。今回ってアトラクションとかはないん？ということで今回はクールジャパン2026最初の企画でありながら、なぜか昨年から始まってるという変な立ち位置の催し、モンスターハンターワイルズ、モリバーの宴を紹介します。開催期間は2025年11月19日から2026年5月17日。すみません。この動画自体は昨年撮ったのですが、ひどい風邪になったせいで全くアップできなかったんですよね。何度病院で検査しても風邪と診断されました。殺す気ではなかったなり、あーしは風邪をひいたのでバカではないということでしょうか。で、このモリバーの宴ですが、非常に扱いが謎な企画でして、本来の枠組みはユニバーサルクールジャパン2025で、ちゃんと当初はそう紹介されていたのですが、開催期間がずれてしまったせいか、年末になってしまい、しれっとクールジャパン2026ということに変更されてるんですよね。ある意味2つのイベントをまたいだことになりますが、公式的にはクールジャパン2026の第1弾ということになったみたいです。いや、お前、昨年と言ってること違うやんけ。まあそんなことはどうでもよくて、なんとモンスターハンターは、現状このレストランのみ、みたいです。XR ウォークって何だったんだろうね。開催場所は、毎年恒例のロストワールドレストラン。USJ の社員はジュラシックパークのことがうんこの乗ったパフェと同類程度に嫌いなので、いつも他社 IP に占領されております。入り口には何か変な看板があります。QR コードを読み込むとなんかできるようです。看板をクルーに移動させられましたが、とりあえずやってみましょう。で、あら、かわいい。オトモアイルーとかいう猫ちゃんが出てきます。でもなんでしょう。変な位置に表示されてますね。これめたい話をすると、おそらく看板の右側に出現するってプログラムされてるんで、本来は看板の右側は開けないとダメなんでしょうね。クルーさんが看板移動しちゃったせいで、わけわからんことなってますが。ちなみに、こちらはスマホを使ったスタンプラリーになっているそうで、クリアすれば、特典でプレステ5で使えるプロダクトコードとやらがもらえるらしいです。が、あーしはゲームしてないんで、その価値はよくわかりません。この魅力を伝えてこそ、YouTuber なんでしょうけど、知ったかぶりするのもねとにかくそういうのがもらえます。では早速入場しましょう。店内は雰囲気抜群です。この辺りは後ほど紹介するとして、飯が飯。腹ペコだ。まあわかってましたけど、高いっすね。あーしは庶民派 USJ ファンなので、ギリギリ金銭感覚はバグってないです。これはまあ、一般的な USJ のコラボメニューの料金ですが、まあ高いですよね。とりあえずあーしは、バランスも考えてこれにします。全然関係ない話ですが、今あーしが着ている服は、なんと撮影直前にリスナーさんからもらったプレゼントでございます。いやーありがとうございます。撮影用の服、一切持ってきてなかったので助かりました。ということで、あーしはね、焚き火チキンっていうのをやりました。何がどう焚き火なのかちょっとよくわかんないですけど、いずれにせよね、めちゃめちゃね、美味しそうやし、見た目もね、めちゃめちゃ可愛いです。で、あとね、あーしは450円ね、追加したら、もらえる回復ドリンク、まあなんか、バイオのハーブみたいなやつなんですかね。なんかドリンクと、あとね、プリンをね、注文しました。こちらのね、プリンはね、まあ、いつも恒例ですけど、マグカップがね、ついてくるっていうやつになってます。もうほとんどね、マグカップの料金って感じですね。もうむしろ、プリンの方がおまけみたいな。はい。はい、ということでね、早速ね、料理いただきたいんですけどね、その前にね、店内がね、めちゃくちゃね、パワーアップしてね、びっくりしました。なんていうんですかね、今までね、もう完全ロストワールドレストランでね、何回もね、コラボしたことあるんですけど、言うてね、店内はあんまり変わってないっていうか、料理がね、ただ新しくなってるだけっていう感じだったんですけどね、今回ね、店内の装飾でめちゃくちゃね、こだわってますね。うん。多分ね、アトラクションがない分ね、まあ、お金をね、回してるんですかね。理由はわからないんですけど、なぜか今年の店内はやたらと凝ってるというか、例年よりも森という雰囲気が存分に出ています。撤去作業が大変そうだなとか夢のない考えもちらつきますが、どこを見ても青々としており、どこの席をとっても景色はいいですね。入り口にはオブジェなんかもあり、記念撮影スポットと化していました。アトラクションがない分ディティールにこだわっているのでしょうか。こういう点も含めて今年はかなり満足度が高いように感じました。USJ 情報局 LCA Studio USJ Kanji I don't know LCA Studios じゃあまずね、チキンをいただきたいんですけど、食べにくいので、もう、合わします。じゃあ、いただきマサチューセッツ。来た時からね、分かったけどね、
めちゃくちゃカレー味ですね。うん。まあ、普通に美味しいです。まあね、味自体はね、普通にね、カレー味のチキンっていう感じなんですけど、骨付きのね、チキンがね、丸ごとね、ゴロンって入ってるんでね、食べ応えはね、すごいあります。このね、マッシュルームがね、入ってるのがね、実にいいですね。まあ、私ね、マッシュルームめっちゃ好きなんですよ。肉はね、めちゃくちゃ柔らかいですね。ただね、結構ね、ナイフでね、しっかりとね、切らないといけないんですけど、この土台のプレートがね、鉄板でできてて、めちゃくちゃね、重いんで、かなりね、安定しててね、すごいね、切りやすくなってます。はい。ただ、お盆はめちゃくちゃ重いです。なんかキャベツが4分の1玉くらい入ってる。4分の1玉は言い過ぎかな。ちょっと結構ね、入ってますね。なんていうか、ターメリックのかかってるキャベツっていう感じで、まあ、若干カレー風味やけど、これといった味はないですね。じゃあ横の変な魚みたいなやつも。イワシ。なんていうか、イワシっていう感じの味のイワシ。なんか、それ以上でもそれ以下でもない。このエビはなんか、カルパッチョかな。カルパッチョみたいな感じですね。めちゃめちゃ美味しい。ちょっとこの一旦、回復液かなんかいうやつね、いただきます。これ450円もしたんですよね。キウイ味にレモンがかかってるなっていう感じの味ですね。まあ普通にね美味しいです。普通に美味しいけど、なんか別にそんなに見た目が映えるわけでもないし、450円でちょっと高いような気も。でもまあこんなもんなんかな、ちょっとわかんないですけど、まあ味は次は頼まないかな。なんかね、私ね、食レポめちゃくちゃ苦手なせいで、なんか、あんまり美味しくないんかなって思われそうなんですけど、実際ね、めちゃくちゃね、美味しいです。美味しいっていうか、むしろね、なんか、感激してるっていうか、正直ね、私ね、モーハンね、全然興味ないんですよ。モーハン全然興味ないから、まあ、なんかね、毎年ね、なんか気分的にね、食べてるところはあるんですけどね、今回はね、料理もね、美味しいんですけど、このね、店内のね、雰囲気がね、とにかく抜群でね、今のところね、めちゃくちゃ満足度はね、高いです。なんかね、つまらずにしてるのはね、単に味わえて食レポがね、下手くそなだけです。じゃあ、これはね、漢方スープですね。いただきます。かもなくっていうね、まあ、よくね USJ でね売ってるね乾物スープっていう味ですね。ちなみにねスープなんで米は入ってないのかな。僕らはね入ってます。ちなみにねこちらの焚き火チキンの個人的な評価ね星 4.5 っていう感じですかね。まあ正味あんまり防犯感はないような気もするんですけど、とにかくね見た目は映えるし味もね、美味しいし、ラインナップもね、充実してますしね。ただね、正直こいつはね、課金しなくてもよかったかなっていう気はします。こいつはね、まあ3くらいかな。じゃあね、続いてはね、こちらのね、プリンをね、いただきます。これね、毎年恒例なんですけど、これね、ぶっちゃけね、プリンがおまけというか、ほとんどマグカップの値段なんで、マグカップを汚さないために、こういう感じで、分かれてるんですよね。はい、分かれてます。はい。マグカップだけね、綺麗に保管することもできるんですけど、まあ、私はね、一応、絵的にね、このままね、いただこうと思います。スプーンどこ行った？なんていうか、チョコレート味のプリンなんで、プリンというよりかはほとんどね、ババロアみたいなね、感じの味ですね。で、あとね、この二重底になってるのもあってですね、このマグカップのサイズ感の割には、あんまりね、量はね、少ないです。はい。ただね、何度も言うんですけど、このプリンは、ほとんどマグカップの値段なんで、まあ、まあ、こ
個人的な評価としては、プリンの部分だけで言うと、星2くらいで、パグカップ込みで星4っていう感じですね。ぶっちゃけね、パグカップ以外はあんまり価値ないかな。価値はないかな。はい、ということでね、モリバーのおかげで体験してきました。いやー、なんていうか、正直ね、本音全然何にも期待してなかったんですけど、かなりね、良かったですね。大前提としてね、私ね、モンハンマジで何にもね、知らないんですよ。何も知らんし、正直あんまり好きでもないんで、そんな足ですらね、なんか、すごい良かったよって感じるくらいなんで、だからね、今まではね、本当にね、ソフトワールドレストランでただね、モンハンの料理が売ってるだけっていう感じだったんですけど、私はね、アトラクションがない分ね、本当に没入感の部分にですね、注力してんなっていうふうには感じました。だからね、本当にね、モンハンがね、好きな人にはね、たまらないスポットになってんちゃうかなって思います。はい。私はね、モンハンよく知らないでわかんないですけど、で、ただね、一個だけね、残念な点があって、というよりかは、今年も残念な点があって、これですね、マグカップ、このプリンのマグカップがですね、持って帰るね、容器とかで一切用意してくれてないんですよね。なんかこの二重底のね、配慮みたいなのもあるんやけど、持って帰る術はね、マジで何もないんで、もうね、分かりきってたんでね、ちゃんとね、持ってきましたよ、今年は。この、マグカップ持って帰るようなケース。はい。なんで、マグカップをね、買いたいっていう人は、何かしらのね、ケースをね、持参してきてください。っていうことでね、今回の動画は以上になります。また次回ね、ご期待ください。それではね、さよなら。